皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は中東情勢。一つ前の動画でイランによるアメリカに対する攻撃について取り上げました。アメリカがイランに対してバンカーバスター14発を用いて地下の核施設に対する攻撃を実施。これに対してイラン側も同じく14発のミサイルをカタールの米軍基地に対して行いました。イランとしては報復をしなければメンツが保てませんし、だからといってこの戦争を拡大させる意図は今のところはありません。イランは攻撃前にカタールにもアメリカにも攻撃を行うことを事前にお知らせを行った上で攻撃を行いました。そのため被害は米軍の兵士にしてもカタール人についても一切被害は出なかったとのことです。これにより政治的にはアメリカとイランとの間においては戦争はこれ以上拡大しないものとみられます。これに続いてトランプ大統領はイスラエルとイランとの間においても停戦合意がなされたと発表しました。中東情勢今後どうなっていくかについて解説していきましょう。停戦の中身については NHK の記事から見ていきます。イスラエルとイラン停戦合意、トランプ大統領が SNS に投稿。トランプ大統領は日本時間24日午前7時過ぎ、イスラエルとイランが完全かつ全面的に停戦することで合意したと投稿しました。まずはイランが戦闘を停止し、その後イスラエルが停止するとしていて、双方がこれを履行すれば、日本時間の25日にも戦闘が終結するとの認識を示しました。トランプ大統領は今回の投稿から約6時間後にイスラエルとイランの双方が現在進行中の最後の任務を終了するとした上で、その後については公式にイランが戦闘を停止する。12時間が経ったところでイスラエルが戦闘を停止し、24時間が経ったところで戦争の公式な終結が世界に宣言されると説明し、双方がそれぞれ戦闘の停止を履行すれば、日本時間の25日にも戦闘が終結するとの認識を示しました。その上で、イスラエルとイランの両国が根気と勇気と知性を持って12日間戦争と呼ぶべき戦争を終わらせることを祝福したいとした上で、この戦争は何年も続き、中東全域を破壊する可能性があったが、そうはならなかったし、今後もそうはならないだろうとしています。両国の反応について、イランの高官が停戦合意認める、ロイター通信。ロイター通信はイランの高官がアメリカから提案されたイスラエルとの停戦について合意したことを認めたと伝えました。また、カタールの首相がイランの当局者との電話会談で停戦案についての合意を取り付けたと伝えています。また、同じくロイター通信、ちょっと記事にはなっていませんでしたが、イスラエルのネタニヤフ首相がイランが攻撃をやめるのであれば、この戦闘停止は継続されるとの考えを示したとのことです。戦闘が停止するのであれば、原油価格に対する悪影響は一気になくなることとなります。そのため、原油価格の指標の一つである WTI では価格が大幅な下落を見せています。6月10日頃、1バレルは65ドル程度でした。それがイスラエル・イランとの間における戦闘の激化に伴って一気に価格が上昇。1バレル76ドル、77ドルといったところにまで一時は到達しました。しかし、イランによるアメリカに対する報復攻撃が非常に穏当なものであった。それに加えて今回のトランプ大統領のイラン・イスラエル間における停戦合意の発表もあり、一気に価格は下落。戦闘が激化する前のところまで一気に価格が下落しています。ただし、記事の中にもあったように、停戦が合意なされたからといって即時に戦闘停止になっているわけではありません。イラン側の攻撃停止、イスラエル側の攻撃停止、それぞれのちょっと時間差があった上で、最終的な停戦合意が発効します。そのために、現在進行中の攻撃作戦については、まだ継続中です。例えば、イスラエルからイランに対する空爆、これは首都テヘランの空爆の様子。その他、イラン軍の弾道ミサイル運搬車に対する攻撃も継続されていますし、軍用車両に対する空爆もまだ実施されています。こちらでは、イラン軍のヘリコプターに対する攻撃。政治上においては、イランとイスラエル間における戦闘の停止が合意がなされました。このまま停戦合意が発効すれば、この中東情勢の緊迫化については一旦収束へ向かうこととなります。しかしこれはあくまでも政治上の話であり、軍事上の動きが完全に止まるかどうかはわかりません。
映像でもご紹介しましたが、まだ停戦合意のその発行までの時間があり、それまでの駆け込み攻撃といったものも行われています。ですから、こういった駆け込みの攻撃をもとにして、相手には停戦する意思がないとして、この合意そのものを破棄するといったことも可能性としては残っています。現状、戦いの趨勢を見れば、イラン側には戦闘を継続する目立ったメリットはありません。国内的にはイスラエル軍にやられっぱなしじゃないかというような問題はありますが、それ以上に本当に一方的な攻撃を受け続けています。現在のイラン軍では、イスラエル軍が保有しているステルス戦闘機に対して全く歯が立ちません。戦闘が長引けばそれに伴って空爆される施設はどんどんと増えるわけで、復旧にはとんでもない日数と経費がかかります。兵士だって当然のように巻き込まれて多く死傷していることでしょう。そのような一方的にやられていることの方が、むしろ現在の政権に対する不穏な空気を生み出しかねない状況でもあります。例えば現在、イランの最高指導者ハメネイ師は空爆を恐れて地下壕に避難しています。しかも、イスラエルの工作機関、モサドの暗殺を恐れて、通信が傍受されないためにも、伝令を使っての報告と命令の指示に徹しており、公には全く姿を現さないようになっているとのことです。それでいて、軍の上級幹部たちは、すでにその多くがイスラエル軍によって殺害されています。総司令官や総参謀長、将軍についても何人も殺害されています。この状況で軍を立て直してイスラエル軍に対して有効な反撃を行うことはちょっと難しいでしょう。一方で、イラン政府の大臣たちに対しては暗殺計画が実施されていませんから、停戦合意がなされれば、これを発行する手続きについては、速やかに実施へとこぎつけることができるはずです。現状、停戦するには、ある程度の条件は揃ったと言えるでしょう。アメリカのトランプ大統領にしてみれば、地下施設に対するバンカーバスターによる攻撃は実施したし、それによる報復作戦についてもすでに実施され、被害がない状態で、イランとアメリカとの間にはこれ以上の戦闘継続の意思がないことが示されています。その上でイスラエル、イランとの間における停戦合意が発効すれば、一旦はこの戦闘は収束する可能性がどんどんと高まっているわけです。じゃあこれで全て万事問題なしというわけではありません。戦闘が収まったからこれで話が収まらないという根深さがあります。まず第一に、イランの核兵器開発。今回の攻撃を受けたことにより、かえってより急いで開発しなければと考えた可能性があります。例えば北朝鮮は核兵器を持っているわけですが、北朝鮮の場合だと国連の制裁は受けましたが、どこかの国から軍事的な攻撃を受けて開発が止められたわけではありません。制裁に耐えて国民が飢え殺してでも、結局のところ北朝鮮は核兵器とその核兵器を搭載する大陸間弾道ミサイルの開発を行い、今ではそう簡単に手を出せない状況になっています。イランにしてみても、表向きでは核兵器は開発しないと言いつつも、隠れて開発を進める可能性の方がむしろ高まったとも言えるでしょう。アメリカによる介入があったとしても耐えられるような、もっともっと深いところへ潜っていく可能性もあります。そして直接的な戦闘としてイランとイスラエル間におけるミサイルの応酬といったものがなくなったとしても、以前の状態に戻るだけといったことは考えられます。それはハマスやヒズボラ、フーシ派といったイラン国外に存在するイスラム武装勢力を操ることによって、イランが間接的にイスラエルを攻撃するという図式については、今後も継続する可能性があるわけです。今のところハマスにしてもヒズボラにしても戦力的には壊滅状態にあり、すぐにでもイスラエルに対して攻撃できるわけではありません。フーシ派にしてみても離れたところにいますから、弾道ミサイル攻撃をする、それ以外にはちょっと手がありません。現状の危機は、停戦合意が発効して、ミサイルの応酬がなくなれば表面上については平穏さを取り戻します。しかし、根本的なイランとイスラエルとの対立関係そのものについては解消されるわけではありませんから、またいつかこの先においても中東情勢の緊迫化といったものはまだまだ考えられるわけです。そして最後に少し残念なことを言わなければなりません。イランが隠れて核兵器開発を進めるだろうという予測について話をしましたが、同時にイスラエルもまたこれに対抗する技術を開発する可能性があります。すでにイスラエルは核兵器を保有していると考えられているわけですが、じゃあこの先何を開発するかといえば、地下貫通型の小型核兵器の開発です。アメリカの持っているバンカーバスターはあくまでも通常兵器です。しかし、破壊力を増そうと思えば、
その弾頭部分に小型の核兵器を搭載するというアイデアは別におかしな話ではありません。イランがどんどんと地下に潜っていこうと考えるのであれば、それに対抗するための兵器は結局のところ、より破壊力のある地中貫通型爆弾という結論になるのは当然の流れなのです。ですから今回の危機が過ぎ去った後に新たな兵器の開発が進むというこの流れについてはちょっと頭の片隅にでも入れておいた方が良いでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。